海外の反応の時間です。鬼滅の刃刀鍛冶の里編には海外の反応ではごゆっくりどうぞ。ムイファンたち放送までもうすぐだ。カナオのスカートがもう短くなってしまった。いいじゃん。俺たちにこんな可愛いコミュ障嫁ができることなどないという事実、なぜ生きるのか。カナオの髪まで短くされてるじゃないか。これは問題だぞ。カナオの足の方が長くなったんだよ。もっと短く。かわいい生足、あとかわいい生膝。ムチムチだな。新オープニングほんと好き。2000年代初期の雰囲気をすごい感じる。エンディングも楽しみだな。オープニングのこの禰豆子が可愛いにも程がある。本編を視聴せずにオープニングだけでもう50回とか聞いてるわ。アニメ組はこれ見ても何も思わんやろな。だろうね。だから素晴らしいんだ。アニメでもあのシーンのあの感情を再現してもらえるといいな。俺は普段は感情の死んだ人間になってしまったけど、あのシーンだけはすごく嬉しかった。始まったぞ。くそ、この炭治郎とかいうやつクソうざいな。無一郎のカラスの声優は釘宮理恵。わろた。釘宮理恵カラスは可愛いな。完璧なキャスティングだ。お前ら見ろ。みつり可愛い。超可愛いんだが。太柱。その服の胸の窓は一体どういう目的なんだよ。みつりは結婚相手を見つけることを大きな目的にしているからな。クソメガネが女子全員にこういう制服を支給したんだけど、それをそのまま着続けてるのがみつりだけなんだ。こんなセクシーで真面目でフレンドリーで前向きな女性に伴侶が見つからないとかおかしすぎるだろう。鬼とか呼吸術みたいな他のファンタジー要素なんて目じゃないわ。みつりの強さもまともな理由にはならない。ただただ信じがたい。みつりは自分より強い男を探してるから、だからまだフリーなんだ。みつりの身の上話は実際日本社会で至って現実的な出来事だったのがいいよね。社会的体裁のために強制的に生徒なんかの髪を黒く染めさせることがあるんだ。なんでこのシーンをエンディングに？アニメ組にみつりの姉妹か何かだと思わせたいんじゃね。俺、キャラが過去の自分を振り返ってそこからどれほど自分が遠くに来たのかを実感するお約束に目がないんだよね。今のところ無一郎は最悪の柱だな。ダントツで。このレスをしたのは一体何者なんやろな。時藤は美人だから見てるだけで喜びがあるな。お前らは無意の声気に入った？悪くないね。無一郎と炭治郎はいいお笑いコンビだな。なんつう嫌なガキだよ。日の呼吸の使い手の子孫なのに日の呼吸を使えない。所詮かませ酒。最高の修行会だった。無意とゼロ式の戦闘シーン以外は全部問題なさげだったな。炭治郎が攻撃を匂いで察知するというくだりがいまいち腑に落ちないんだが。匂い云々の設定は変な要素がいろいろあった初期の名残だから。収穫から予感を得てるってだけ。それが炭治郎の優位感覚だから。ここのシーンほんとよかった。炭治郎の戦闘シーンの方が無一郎の戦闘よりいい感じだな。玄也がエンディングで最後の瞬間に後ろの方にちょろっといるだけなの。悲しいな。風に吹かれる塵のようだ。玄也というキャラクターのネタバレをしないためにはこれ以外にないんだ。残念だけどこれがベストだよ。アニメのペースがすっごい遅く感じられるのは俺だけか？そんなの一期の頃からみんな気づいてたよ。これまでと比べると今シーズンは早いくらいだぞ。今シーズンは戦闘が始まるのも早いぞ。より一ってなんであんな不自然なまでに強かったんだ？無惨を一周して多分上限の月をまとめて相手しても倒せるだろ。大王の神に愛されてたから。無惨への天からの罰だから。より一は神だから。そこまで本気を出さずとも煉獄を殺してしまった赤座が3番目なんだから、柱たちに上限の鬼たちを倒せる可能性ってそもそもないのでは。煉獄は柱の中でも2番目くらいに弱いから煉獄は負けてないんだな。炭治郎のレス負けたんだよな。なんで刀鍛冶の里の人間は上限の1の人形を作ったりなんかしたんだろう。単純にすごいって思ったからじゃね。本当の問題はなぜ6つの目じゃなくて6本の腕を与えたのかってとこだろ。なんでここのシーンカットされたんだろう。円盤では追加してくんねえかな。まあ実際そんな必要なシーンでもないし次回が楽しみすぎる。ここのギャグシーンは1話の伊之助が天井にへばりついてたとこくらいうまくやってくれるといいな。己を鍛えるために山にこもるなんたる男だ。こてつがツイッターの全世界トレンド9位になってるのはどういうことだよ。日本人があの子供をそこまで気にしてる理由が俺にはわからん。口の悪い可愛らしい子供だし分からせてやる必要があるな。すでにコラボにも入ってる。玄也ファンたち、どうして玄也はこんな城にいるんだ。
この漫画もこのアニメも愛してる。お峠こよ春を俺たちにもたらしてくれた神様に毎日感謝してるわ。鋼使ってただ里のどっかに隠れてるだけだろ。里の連中はぶっちゃけ大して真剣に探してないでしょ。みんな同じマスクしてるし、この里で目立たないでいることなんてエージェント47じゃなくてもできる。というかなんでマスクしてんの？匿名性の確保のためだろ多分。刀鍛冶は鬼殺隊の任務において重要な存在だから、正体がバレると鬼に狙われるリスクがある。でもみんなマスクをつけてるせいですぐ刀鍛冶ってバレちゃうじゃん。だがもし彼らが仮面を取ってしまえば、顔を見られたことのない彼らが刀鍛冶だとバレることもなくなるだろう。虎鉄が価値で時藤に対して自害しろって吐いてて大草原。ただの頭のおかしな普通の10歳の子供だな。虎鉄の存在のおかげで人間の口が汚くなるのはオンラインゲームのせいではなく、人間生来の性質だということが判明したな。それこそ記憶の遺伝でしょう。虎鉄が復讐に燃えてて草。時藤が1分の1スケールフィグマのフィギュアを傷つけやがったんだぞ。俺だってブチ切れるね。虎鉄は怒りで血管が切れそうになってたな。腹切りしろってゲームでバンを回避するために使うようなワードだな。字幕翻訳者が腹切りと訳したのには何か理由があるんだろうか。虎鉄は腹切りじゃなくはっきりと切腹しろって言ってたのに、多分切腹というワードを知ってる人より腹切りを知ってる人の方が多いからじゃね。コミット数読ミームのおかげも一部あって、腹切りより切腹というワードを知ってる人の方が多いような気がするんだけどな。解説のずんだもんです。コミット数読、数読を決めるとは切腹をすることを意味するミームです。数読と切腹を混同するというネタによって生まれたミームです。以上、解説でした。確かに俺は腹切りより先に切腹の方を知ってたけど、両者は全く同じ意味というわけではないんだ。腹切りは切腹よりひどいものとされている。腹切りが切腹よりひどいものとされる理由は、切腹の場合腹を裂いた後に首を切られるのに対して、腹切りの場合には自分で腹を裂いただけで首を切られることはないから、流血で苦しむことになるからなんだ。記事によると腹切りは腹を割って開く行いそのもののこと。一方で切腹は腹を裂いた後に首を切るとこまで含めた一連の儀式のことを指す単語。今日俺は切腹と腹切りの違いを学んだよ。虎鉄はよっぽど時藤を嫌ってるに違いない。英解説のずんだもんです。どうやら英語版ウィキの切腹のページにそういう記述があるみたいですね。一応アジア研究の学術誌に掲載された切腹についての論文を出典にしてるみたいなんですけど、本当にそんな違いあるんですかね。少なくともほとんどの日本人は同じものだと認識してる気がしますが、コメント欄での専門家の意見を期待します。倒されたより10式はまさに伝説のアイテムをドロップしてくれた。きっと剣を残した人は人形を倒せるほどの強い人間にこの刀を使って欲しかったに違いない。スーパーソードの発見の速さも予想外だったけど、炭治郎が新たなテクニックの習得を匂わせたのも予想外だった。炭治郎はまさにその鼻で身勝手の極意をアンロックしたんだ。ウルトラノーズ。ルトラインスティンク。うまいこと言いやがって。あの匂いを嗅ぎ分ける技は興味深かったね。漫画だとこれ以上の深掘りがあるんだろうか。すごく奇妙な感じがしたんだけど。それがそうでもないんだな。単純に炭治郎の特技でいろいろ使い道を覚えていってるって感じ。残念ながら言ってしまえばキャラとしての特徴程度のものなんだよな。人形自体が蜜里の言ってた秘密の武器だったと俺は思うんだ。高品質な剣を持ってるだけじゃ強くなれないけど、人形と戦うことでなら強くなれる。あの人形との戦闘訓練はすごく有用だけど、俺は剣の方も炭治郎にとって必要なものだと思うんだ。炭治郎はあの伝説の人物と同じ火の呼吸の使い手で、きっとそれを支えうる強い剣が必要不可欠なんだ。他の普通の剣を炭治郎が使っても多分壊れるだけ。この作品において炭治郎だけをとってもどれだけ面白い人物なのかということを忘れてたよ。今回が今までの炭治郎の中でも一番面白かったかもしれん。炭治郎のリアクションの数々のおかげで死にそうになった。2話を見て、なぜ炭治郎というキャラクターが日本の小さな子供たちのロールモデルとして見なされているのかを再確認できたよ。その優しい兄のような雰囲気のおかげで、炭治郎は私の一番好きな少年漫画の主人公の一人になっている。それに他の普通の主人公と違って、思いやりとプラグマティズムの間の完璧なバランス感覚があるのもいい。炭治郎は人が目指すべき理想的かつ現実的な人物像だな。悪人に対して慈悲深くなりすぎることも、暴力的になりすぎることもない。彼は正しい方法で物事を成し遂げる。炭治郎の持つ思いやりは、自分が他の人に鬼滅アニメを勧める際のセールスポイントになってるよ。
今シーズンの1話でも炭治郎が各地に感謝し旅の安全を伝えるという描写だけで彼の優しさが伝わってきた。その優しさは溢れんばかりだ。炭治郎は最高のスイートボーイだな。やっぱり炭治郎はスイートポテトだったんだよ。ちなみにより10式は日本のからくり人形をモチーフにしているんだ。それ以前からあったけども流行しだしたのは17世紀初頭で、一般的にはお茶を運んだり簡単な演劇をしたりしていた。中には弓を射ることのできる人形もいたんだよ。クールで面白い情報だな。はえ、マジかよ。ロボットを作るのは日本人の血だったようだな。今すぐからくりサーカスを見てくるんだ。見るならアニメじゃなくて漫画な。朝からずっと待ってたのにエピソードが15分くらいしかないように感じてしまった。俺なんか5分くらいしかなかった気がするわ。究極の武器を受け継ぐとか最高に興奮する展開のやつ。エクスカリバーが選ばれし者にしか引き抜けないように炭治郎だけがその強さと性格の妙によって発見することができたんだ。確かにあの柱の方が強いけど人形を倒しきれなかったのはリスペクトが足りなかったからじゃないだろうか。これ以上の訓練にはならないと分かった途端に壊して去っていったみたいな感じだった。炭治郎は人形をリスペクトしたからこそとどめを刺しに行ったんだ。しかも虎鉄の許可をもらってからやっとね。鬼滅の刃において機械人形を相手に修行するってのは最も予想の外にあった展開だったな。でもすっごいかっこいいし、修行中に流れてた BGM も聴いてて本当に気持ちよかった。秘密の武器ってのが剣だったのはかなり予想のついた答えではあったけど、今シーズンで起こるであろう常軌を逸した戦闘を勝ち抜くには炭治郎にはアップグレードが必要だったんだろうな。炭治郎のことを考えたら結局刀鍛冶の里編が終わる頃にはまた刀を折ってそう。炭治郎が戦闘でまたその刀を折ってしまって、その刀を撃った戦国時代の人物が墓の中から出てきて炭治郎を殺しに来る展開になるのを期待して待ってる。このエピソードで刀が2本折れたぞ。鋼塚激怒不可避だろ。自分が撃った刀じゃないから気にしないでしょ。秘密の武器は剣じゃなくて人形だろ。みつりは強くなるための秘密の武器があるって言ったんだぞ。少なくとも鬼滅世界においては剣では強くなれない。オープニングの描写からして明らかに初代柱だった人物のレプリカと修行することで強くなれるんだ。このエピソードではほぼ新人スタッフで制作したらしい。 UFO テーブルは相変わらずその映像で視聴者を驚かせてくれるね。あのエンディングも素晴らしかった。アニメーターも炭治郎と一緒に修行編をやってたわけか。スタッフがせめて食事と睡眠をちゃんと取れてるといいな。虎鉄と UFO テーブルからの言葉、このカットを終わらせろ。そしたら飯を出してやる。白箱を思い出したよ。 UFO テーブルはそのあたりについてはすごく手厚いという話を聞いたからそこは安心だ。福利厚生に関して UFO テーブルは京アニと並んで最高級のスタジオだよ。従業員の過労死だとか賃金問題だとかまず聞くことはない。どのチームがどのエピソードの制作を担当したとかどうやったらわかるの？疑ってるんじゃなくて自分が調べられるようになりたいんだ。俺は Twitter でスタッフリストをつぶやいてる人をよく見るから。俺の時藤についての第一印象は良くないね。彼の態度は気に障るし虎鉄に意地悪だった。カラスも若干嫌なやつだったのにも納得だ。炭治郎は虎鉄のために今すぐあいつを倒さないと。虎鉄と頼一ゼロ式はどっちがタフなのかわからないな。あの子は時藤をしばくという目的を果たすために炭治郎を追い込むことに関して容赦がないね。でもあの過酷な訓練の成果は得られた。炭治郎はかなり成長した。俺たちの炭治郎は新しい剣を手に入れたらしい。活躍する姿が楽しみだ。無一郎は共感力が欠けてるんだと思う。彼にはすごくロボットめいた雰囲気を感じる。何か目標があって多分鬼を殺すこと、そのために必要だと思うことは何でもやるタイプ。その一方で自分のやり方が他人を怒らせるかどうかなんて気にしない。彼が天才児であることを考えればその社会性もある程度阻害されていてしかるべきだな。多少の犠牲がないとあんな早熟することなんかまず不可能だよ。時藤は効率というものを見誤ってるな。人と付き合う上でのマナーを無視した結果摩擦を生み出しチームワークの効率低下が起こってしまってる。ロボットのように振る舞う人間が自動人形と対峙するという光景は物語的に明らかに意図された図式な気がするな。時藤は確かに嫌な野郎だけど、虎鉄が人形の鍵を渡そうとしなかったのは自分が修理できないのが原因だろ。自分の技術不足のせいなのに身勝手な干渉に浸って渡そうとしないんだ。時藤のことは嫌いになるべきなんだろうけど、時藤が時間がないからって理由で炭治郎の少年漫画な友情スピーチを中断させたシーンは最高だったよ。正直言うと俺もそこで笑っちゃった。時藤はなんというか君が主人公だとは知ってるけどねえって感じだった。
時藤はまさに長い3両でって言ってのけたんだ。時藤が嫌な野郎だって言ってる人たちは一期の初登場時に柱の半分が嫌な奴らだったこと、そして彼らが過去の経験のせいでそうならざるを得なかったことを思い出してみてくれ。天元も最終的には大人気キャラになったけど、当初は幼い少女を誘拐して尻を叩いてたもんな。エンディング映像の無一郎は本当に幸せそうなんだよな。彼の生い立ちが語られる時に受けるであろう精神的ダメージに耐えられる気がしないんですけど。確かにこれも主人公が死の淵を経験してパワーアップするお約束展開ではあるな。ここ笑えたわ。すごく良かった。1話すべて UFO テーブルは ECG を作る暗号を解読したってレスがあったけど、俺は小峠小夜春は好きになれるキャラクターの暗号を解読したんだと睨んでる。俺はもうすでにこの復讐に燃える小さな決意の塊のことを大好きになってしまったし、彼と炭治郎のやりとりはこのエピソードのハイライトだった。釘宮理恵の声で大声で侮辱してくるクソデカまつげのツンデレカラス。これは予想外だった。最初聞いた時すごい笑顔になっちゃったわ。自分でアニメで釘宮の声を聞くのはかなり久しぶりだったし。人形の中にあった刀はモデルとなった剣士のものなんだろうか、もしくはそのレプリカ。もし剣士のものだとしたら、炭治郎はあの日の呼吸の使い手の意志を継ぐという重い責務を背負うことになる。霞柱がそのチャンスを炭治郎から奪わないといいんだけど。結局上限の1は300年前は高名な侍で、それから鬼になったということ。そして人形の中にあった刀はかつての彼のもので、それを家事たちが炭治郎のために打ち直す展開になるのかな。名高い侍が炭治郎の家系に火の呼吸法を伝えて、その後鬼になったとか。その説の唯一の穴は、なぜ無惨が未だにその人物を怖がっているのかということだな。無惨が会議の時に上限の1に対して特段恐怖心を見せることはなかったし、実際に綿の鬼たちとまとめて上限の1のことを役立たずと呼んで咲いた。無惨は炭治郎が夢で見た人物を死ぬほど恐れてるようだ。ラキの中の無惨の細胞もその人物を恐れていた。もしその正体が上限の鬼だったとしたら、無惨がどうやって彼のすぐ近くにいるのを我慢できているのかが理解できないんだが。無惨には配下の鬼を即座に殺せる能力があるじゃん。俺は2人は別人だと思う。記憶の人物と上限の位置は声が違うもん。でもどちらにせよ、無惨を怯えさせるだけでなく、その動きを再現するために人形の腕が6本必要になるとか、とんでもない人物だったに違いない。俺は頼一と国志望は別人で、どっちも炭治郎の祖先だと思ってる。彼らがかまど家と血縁はないってすでに判明してなかったか。階層の国志望は他人だって言ってたよね。でも炭治郎の一族を守るために嘘をついたって線もある。つまりアニメで直接的に確定してることは何もないってことだ。一体どうやって鬼滅の刃のオープニングはシーズンが進むたびにさらに良くなっていってるんだろう。曲の最高潮のところでカメラが禰豆子にパンするところがマジでいい。曲に関しては俺は未だに1期が一番だと思ってるよ。同意。ついで遊郭編。俺はハーモニーとコード進行に名がないからこの曲のクライマックスでマジで来ちゃう。クランチロールがダウンした。くっそ。ボッチザロックを見終わってこれから鬼滅の刃を見ようと思ってたのに。ああもう来週が待ちきれないよ。毎週そうなってる。いいじゃないか。明日にはヴィンランドサガがあるし。そして3日後には推しの子だ。時間を早く飛ばすために炭治郎みたいに昏睡状態になりてえわ。先週は50分のエピソードの供給があったのに、制作は今週の4分くらいにしか感じられない24分のエピソードで、俺が無事でいられるとでも思っているのか。今すぐ俺を昏睡状態にしてくれよ。高評価が欲しいのだ。チャンネル登録が欲しいのだ。そろそろ登録してくれてもいいと思うのだ。何でもするのだ。お願いするのだ。